バークレー大学に入学手続きに来たら、リア・ロックウッドはすでに登録済みだと言われた。彼女は私の父が買った別荘にまで住み込み、婚約者と仲睦まじくしていた。私は長年ギターで鍛えた指のタコを吸った。冗談じゃない。彼女がリア・ロックウッドなら私は誰なんだ？そして、この高慢ちきに私を見下ろす男は、本当に私の婚約者なのか？ 1. リア・ロックウッド様はすでに手続きを完了されています。ありえない。私は入学事務係員を睨みつけた。これは私の合格通知書です。その通知書は半年前に発行されたものです。あなたのものなら、なぜ今まで手続きに来なかったのですか？私は通知書を握りしめ、胸中に怒りがじわりと湧き上がった。母が亡くなった直後、父は私にバークレーへの進学と、同時に一度も会ったことのない婚約者との結婚を強要した。大喧嘩の末、彼のボディガードに無理やり飛行機に押し込まれたのだ。着陸した瞬間、私は決めた。これは私の人生だ。大学に縛られる前に、半年かけて世界を見て回ろう、と。しかし昨日、父から電話がかかってきた。声は冷たく、そちらに行くとだけ告げられた。焦りに駆られた。もう隠れられないと悟り、急いで手続きに来たのに、このざまだ。ならば、せめて父が買ってくれた別荘に行こう。泊まる場所は必要だ。道中、頭を駆け巡る疑問は一つだけだった。私の人生を盗むとは、一体誰の仕業だ？家に着き、セキュリティコードを入力する。画面が真っ赤に光るアクセス拒否。何度試しても同じ結果だ。その時、家の中から足音がした。誰だ？男の声が響く。不安が胃を締め付ける。ドアが開き、背が高くがっちりした男が現れた。中から好奇心を含んだ女の声が聞こえる。ピーター、誰？私の血の気が引いた。ピーター？私の婚約者。一度も会ったことのない。間もなく完璧に着こなした女の子が彼の背後に現れた。私と同年代でどこか見覚えがあるような気がしたが、はっきり思い出せない。呆然としながら何とか聞いた。あなたがピーター？じゃあ彼女は？ピーターの視線が私を一別し、表情が氷のように冷たくなる。こちらが私の婚約者、リア・ロックウッドさんだ。あなたは誰だ？ここで何をしている？なるほど、これが彼女か。私の大学の席と家を奪ったなりすまし。怒りが押し寄せた。私は彼の冷たい視線を受け止め、平静を装って言った。ここは私の家です。ピーターは短く醜い笑い声を上げた。冗談か？ロックウッド氏が娘のリアのために買った別荘だってことは周知の事実だ。私がリア・ロックウッドです。あなたが？彼の視線がもつれた髪から擦り切れた T シャツ、泥のついたブーツまでじろりと私を見下ろした。彼は軽蔑して首を振った。ロックウッドの令嬢は気高きお姫様だ。家族からは心底愛されている。あなたみたいな身なりで？ロックウッドの令嬢だなんて信じろと？リアと名乗る女は眉を上げ、吐き気がするほど甘ったるい笑みを浮かべ、寛大なふりをした。同じ名前とはいえ、本当に困っているなら、いくらか恵んであげてもいいわ。でも嘘はつかない方がいいわよ。私は拳を握りしめ、腹の底の炎を鎮めようと深く息を吸った。彼女がリアだって確信してるの？もちろんだ。さあ、失せろ。ここまで厚かましい奴は見たことがない。私は二人を睨みつけ、冷たい計画が頭に浮かんだ。スマホを取り出し、慣れ親しんだオンラインフォーラムを開き、かつて私のデジタル上の拠点だったスレッドを見つけた。
たった一言書き込む、戻った。返信が即座に殺到した。通知の洪水だ。おお。ついに現れた。この半年どこにいたんだ？到着したらジャムセッションする約束だったろ。そうそう、長年ネット友達だったけど、やっと直接会えるぜ。絶対会わないと。口元に冷笑が浮かんだ。興奮したコメントをざっと読み、別荘の住所を書き込む。明日、家にいる。ギター持ってきて。そして、二人を見上げながら、低く冷たい笑いを漏らした。覚えてな。2。翌朝、別荘の外には人だかりができていた。全員がギターケースや楽器バッグを手にし、興奮と期待に沸き立っていた。偽物のリアがドアを開け、目の前の群衆に顎を外しそうになる。何かご用ですか？すみません、リアさんはおられますか？お会いしに来たのですがと群衆の中から声がかかる。私がリアです。先頭の男が笑った。最高、ついにギターの女神に直接会えるぜ。待ちくたびれたよ。さあ、始めよう。弾くのを心待ちにしてたんだ。そうだよ、お願い、リア。せっかく遠くから来たんだから、がっかりさせないでよ。私は群衆の中に立ち、古びたフーディーに着替え、顔の大半を隠していた。その通りと私も便乗した。皆、先生自身の演奏を聞きに来たんだ。なりすましの顔から血の気が引いた。唇を震わせ、言葉を探しながら無理やり脆い笑みを作る。私いつあなたたちを招いたんです？誰かがすぐにスマホを取り出し、フォーラムのページを見せた。ここに投稿したじゃないですか？と、本人確認済みアカウントによる投稿を指さしながら。これが公式のギターの女神、リアアカウントです。これがあなたじゃないと言うんですか？一瞬、彼女の顔に凶行が走った。違います。私です、私が投稿しましたと、慌てて手を振りながら。ごめんなさい、忘れてましたと弱踊り自粛気まずい笑いをして、道を開け、中へ招き入れる仕草をした。私は冷たく笑い、群衆に続いて別荘に入った。自分の家に足を踏み入れるのはこれが初めてだった。見回す。内装は豪華だが、どぎつくて過剰だった。成金と叫び、本当の芸術的センスはみじんもない。今日こそ、この詐欺師を暴いてやる、と静かに誓った。偽物のリアは手をもじもじさせながら、まだ逃げ道を探していた。今日はちょっと忙しくて。また今度にしましょうか。今日あなたに会うために遠くから来たんだよ。誰かが遮った。せっかく来たんだから一曲くらい弾いてくれよ。私も合唱に加わった。そうだよ、何でもいいから弾いてよ。結局、ギターの女神のフィンガースタイルは伝説的だし。それを聞きに来たんだから。演奏の話が出ると、彼女の顔色はさらに青ざめた。汗が一粒、こめかみを伝う。わかったよと声を詰まらせながら。ちょっとみんなに水を出してくる振り返り、台所へ逃げるように去っていった。止めようとしたが、他の人たちはすでにお礼を言っていた。と嘲笑した。長くは逃げられないぞ。しばらくして、台所から何かが割れる音と鋭い叫び声が聞こえた。なりすましが現れ、手を押さえている。ごめんなさいと後悔の表情を浮かべて。今日は弾けそうにないみたい。彼女がさらに言葉を続ける前に、私は歩み寄り、彼女の手を掴んだ。指に小さな切り傷があり、血が滲んでいる。なんて偶然なんだ。今ちょうど手を痛めたの？それとも私たちの前で弾くのから逃れるための言い訳？群衆がざわめき、表情が興奮から疑念に変わる。そうだなと誰かがつぶやく。タイミングがちょっと完璧すぎる。
ちょうどその時、ピーターが階段を駆け下りてきた。顔は雷雲のようだ。私を押しのけ、彼女のもとへ駆け寄る。リア。どうした？大丈夫か？どこを痛めた？彼女はうつむき、目に涙を浮かべる。ピーター、大したことないのただの事故よ。彼女のせいじゃない。私はあざけるように鼻で笑った。ピーター、おかしいと思わないか？リア・ロックウッドは有名な音楽の天才、ギターの名手だ。君たちはいつも一緒だったろう。一度も演奏を聞いたことがないなんてことがあるのか？ 3. ピーターの顎が引き締まり、目に土器が光る。もういい。これ以上彼女を追い詰めるな。彼女は到着直後に交通事故に遭ったんだ。指に重傷を負ってもう弾けなくなった。なりすましはうつむいたまま、悲劇的な悲しみの仮面の下に勝利のきらめきを宿している。本当なのと囁く。皆さんの前で弾けなくてごめんなさいでも、それで私が嘘つきだということにはならないでしょ。思わず笑ってしまった。わあ、また都合の良い怪我か。最初は交通事故、今度は切り傷。君の指は本当に繊細なんだな。疑われるたびに怪我するのか？群衆のざわめきが大きくなる。疑念が彼らの顔に忍び寄り始めた。彼女の表情が硬直し、声を作った昇進で震える。どうしてそんなことが言えるの？あの事故は私の人生で最も辛い経験だったのになぜいつもそれを持ち出すの？私に恨みでもあるの？ピーターの顔が曇る。私を睨みつける。いい加減にしろ。被害者は彼女だ。これ以上彼女をいじめるな。彼女の手を掲げ、指関節の薄い傷跡を刺す。これが証拠だ。病院の記録もある。見せてやろうか？群衆が息を飲む。ああ、そういうことだったのかと誰かがつぶやく。なんて悲劇だ。なりすましは顔を上げ、大げさにため息をつく。いずれにせよ、皆さんをがっかりさせて本当に申し訳ない。ああ、本当に嘘にかけてるんだな。そのために自分を傷つけるまでするとは。一体何が不満なんだ？ピーターが咆哮し、威嚇するように私に歩み寄る。わざと彼女を狙っているのか？突然飛びかかり、私の頭からフーディーを引き剥がす。やはりそうだった。昨日のトラブルメーカーだ。また問題を起こしに戻ってきたんだな。彼の怒りは頂点に達した。手を挙げ、私を殴ろうとする。鼓動が速くなるが、私は屈しなかった。私が本物のリア・ロックウッドですと、冷たく澄んだ声で言った。信じられないなら、私の父に電話しなさい。聞いてみな。わかった。電話してみろ。歯を食いしばり、スマホを取り出して父の番号をダイヤルする。通じない。画面には接続中のアイコンが回り続けているだけだ。ピーターはそれを見て冷笑した。どうした？通じないのか？本物の令状の芝居がバレたな。深く息を吸い、引き下がることを拒んだ。それなら、君の父親に電話しなさい。彼なら真実を知っている。ピーターの表情が一瞬曇ったが、すぐに軽蔑的な嘲笑に固まった。まだ作り話を続けるのか？リアはずっと私のそばにいた。彼女が偽物なわけがない。わかった。ならば私が自分で暴いてやる。私は彼女を睨みつけた。ロックウッドの宮邸宅の裏庭には樹齢数百年の松の木がある。さあ、教えてみな、それはどこに立っている？彼女を見つめ、嘘の兆候を探る。しかし、彼女は完全に平静だった。小さな自信に満ちた笑みを浮かべ、静かに答えた。ロックウッドの邸宅に松の木はありません。
あるのは甘い香りのする金木犀の並木だけです。胃が締め付けられる。どうして彼女がそれを知っているんだ。不吉な予感が押し寄せる。同時にピーターの怒りが爆発した。私をつかみ、声を低くうならせる。最初から計画していたんだな。彼女を苦しめるために来たんだな。人々が介入しようと駆け寄る。なりすましまで彼をなだめようとするふりをした。ピーター、やめて、ただの誤解よ。声は優しいが、言葉は毒だった。彼女はおそらく病んでいるだけよ。彼女の発言は火に油を注ぐようなものだった。ピーターは私を床に押し倒した。お前旗だり屋に病んでいるだけだと嘲笑い、残酷な笑みを浮かべる。いつも彼女に因縁をつける。彼女の指にこだわるなら、お前の指も彼女と同じようにへし折ってやる。近くのテーブルから重厚な陶器の花瓶をひったくり、高く掲げる。目は悪意に狂っている。本当にやる気だ。私は彼の握りから逃れようともがく。冷たい恐怖が襲う。私はギタリストだ。この手は私の命だ。群衆が叫び、彼を引き戻そうとするが、彼の力が強すぎる。なりすましはただそこに立ち、目に満足のきらめきを宿し、私が無残な姿になるのを待ちきれないように見える。衝撃を覚悟し、無謀な計画を後悔したその時、戸口から混乱を切り裂く冷たい声が響いた。その威厳は部屋全体を静寂に包んだ。随にぎわやかなパーティーのようだな。